今年で15周年で、その当時はもうすでにアメリカヨーロッパで作られたゲームも日本で結構売れてくるようになって、今はもっと売れてるけど、あとは日本のゲームがアメリカヨーロッパでなかなかランキングに入ってこなくなったっていう、同時に2つのことが起きるような時代がちょうど始まったぐらいの頃で、でも当時そんなに日本のゲーム業界はそんなに焦りはなかったんですよね。だからそれほど昔とだいぶ変わったねとは思いながら、そんなに激しく変わったっていうほど危機感はなかったんだけど、でもやっぱり僕自身はすごく危機感を持ってたし、多分この流れは止まらない。日本のゲームは欧米ではもっと売れなくなるし、欧米のゲームは日本でどんどん遊ぶようになってくるっていうことが起きていくと、多分僕らが追求しなきゃいけないエンターテインメントの方向性って今のままじゃ多分ダメだろうなっていうのがあって、でじゃあどうするんだということになった時に、だから最初の僕の発想も当然ワールドワイドだったし、女性も男性も楽しむものであったりとか、できることであればキッズからアダルトまで楽しむものだったりとか、でもそういう仕事は任天堂がやってればいいよねとかちょっと思いながら、だとしたら僕ららしいところっていうのはやはりある人から見たら興味はないかもしれないけど、やはりある特定の人から見たらとんでもなくロイヤリティの高い、すごくライクではなくてもラブに近いようなものっていうのをやっぱり作ってみたいな、やっぱそういう作品が僕も好きだし、でもそれが自分らしいだろうっていうのもあって、で考えていくと最後に出た結論っていうのは、どうやってそういう幅広く受け入れられるかっていうものを考えるのではなくて、むしろ諦める部分をきちんと決めようと。でそれがやはりじゃあワールドワイドっていうのを一つ捨てた日本に。でこれで頭が随分すっきりしたんですよね。でじゃあこういうのがいいんじゃないかと。でもうやっぱり壁に当たるんですよ。じゃあもっと捨ててみようかなと思って、じゃあ子供も捨ててみようかなと。でまたすっきりするわけです。でまた壁に当たるんですよ。で最後に捨てたのがもう、じゃあ女性はもう興味持ってもらわなくていいよということで、日本の大人の男性ががっちり食いつくものを作ってみようっていうところからネタを絞り込んでいって、日本が舞台のアウトローのゲームっていう設定が最初に生まれたのが、これはきっかけ。当然、プレゼンテーションはタフだったし、実際2回落ちたんだよね。ダメなら欧米で売れないから。でもう一回チャレンジして、でも中身もそんなに変えてないから、当然さっき前の会議ちゃんと覚えてないのかとまた叱られて、で3回目にいろいろあったんだけど、そこでなんとか通って、今だから言えるけど、ちょうどセガファミリーっていう形になったんだよね。でそれが一つの会社自体が大きく変化するきっかけになった中で、クリエイティブもいろんなチャレンジを少し多様化するものを認めていこうっていう空気が生まれたわけですよ。だからそれはラッキーだった。だから自分のそのクリエイティブが認められたというより、その環境も含めてそれを認めてもらえるチャンスがそこでたまたまあったっていうのがあって、そこは本当に僕の努力というよりはラッキーがすごい強かったですね。それが生まれたきっかけです。やっぱり最初に、結構バジェットをもらって開発変更を結構かけて、バジェットがどんどん膨らんでいって、結局フォーキャストを最後出すんですね、会社としては。会社のフォーキャストは5万本もなかったんですよ。でその時に僕終わったなと思ってこれは多分クビだろうぐらいのいう感じでしたね。でそこからやはり2つの奇跡が起きて、1つは蓋を開けてみたらやっぱり
5万本っていうフォーキャストの中でもう多分言っても10万かなみたいな、でも10万本なんて別に他のソフトでもできるし、なんかどうしようと思ったら出せば出しただけもう本当に1週間とか2日3日でどんどん消えるんですよ。でただどれぐらい売れるかがわからないから会社もちょっとずつ生産するんですよね。で僕からしたらもうドンと生産すればいいんじゃないですか。でも単純にもう出す消える出す消える出す消えるを繰り返している。でそれがまあ35万本40万本ぐらいになってきて、でこれがまあ一つ首の皮がつながったなって思う一つの奇跡であり、でもう一個の奇跡はじゃあここでパート2が作れるというか、検討していいよという流れになった時に、じゃあ戦略を考えなきゃっていう時に一つは中古屋さんで当時あれ最初に売ったのがいくらだっけな、忘れちゃったけど、でも中古屋でね日本円でまだ2000何百円とか3000円ぐらいで取引されてた時に1500円ぐらい出したんだよね、廉価版を安いやつ。そしたらそれが60何万本売れて、で結果的にもう合計で100万本を超えたんだよね。ストーリー自体は当然何か事件が起きて、で桐生一馬を例えると彼は別に強い野望を持ってるわけじゃないんですよね。彼が何か野望があってそれが第一歩目の理由にはなってないんですよ。彼は生き方も下手だしアウトローだけどどちらかというと巻き込まれちゃう人であって、だから人間としての魅力はあるしバリューも高いんだけど、自分でそれに気が付いてない不器用な人間という世の中にいるわけで、そういう人間が何かに巻き込まれていくっていうのはとても僕はアウトローの姿としては非常にロマンを感じるんですよね。だからでそこからスタートしてだんだんそのドラマのサイズが大きくなっていくんだけども、でも僕は一個だけ気にしてるのはやっぱり時代性っていうのがあって、おおよそ今までもアニュアルで年1回ぐらいのペースで出し続けてきた。でも年1回でも時代は徐々に進んでいるわけで、日本が同じ舞台でも今もうそういう人たちいないよねとか、今のトレンドってこうだよねと、それは着てるものもそうだし起きる事件もそうだし、例えば日本でもそうだけどワールドワイドでもそうだけど、やっぱり同じギャングでも15年前のギャングと今は全然違うし、お金の稼ぎ方も違う、犯罪の質も違う。でそういうのはやはりリアルにしていくっていうことはすごく大事だから、今そういうことをやる人たちいないのにそれがネタになってるって古臭いな。だからやっぱり出した時リリースした時の世界っていうのはまさに世界中がそういうことになっている、日本はそういう時代になっているっていう前提をきちんと反映しているってことがすごく大事だから、特にゲーム作ってると忙しいからネットニュースぐらいは見るけど、なかなか時代に対する意識っていうのがちょっと欠けてきたりもするんですよね。クリエイターってやっぱり机の上にずっといるから PC ばっかり見てるとなかなか時代に対する肌感っていうのがだんだん分かんなくなってきたりもするんで、そこをちゃんと捉えながら反映していくっていうのは結構大事なとこかなと思いますね。コロナの環境の中でやっぱりみんなが将来に対する不安があったりとかで、リモートが今中心になってる中で、一応つながりっていうものはあるけど、リアルなつながりっていうものに対する価値の見直しであったりとか、いうところってちょっと薄まってきつつあるところもあるじゃないですか。だからそういうところはやっぱり改めて大事だよねっていうか、コロナが明けてまた再び当たり前だった日常が戻るっていうことに対する希望が持てるようなお話にしたいよねみたいなところは
そういう感覚自体はストーリーに盛り込めていけると思うんですよ。みんながそのね主人公も含めてみんなマスクしてるからなんか時代を反映してるだろうって言ったらそれはちょっとおかしい話であって、どちらかというと今の環境で受けてる、プレイヤーたち、全人類そうだけどが持ってるそのモヤモヤとか、あとは将来に対する本当に不安みたいなところをこう希望が持てるような何かにしたいっていうのは現実考えてはいますよね。もともとがアクションゲームではあったんだけど、僕は変なこだわりがあって、まず第一っていうかもうこれが全てなんだけど、難しくしたくなかったんですよ。だから気持ちよくはありたい。だけどそれはなんか難しいコマンドを達成するとか難しい間合いを見切るっていうことができて初めて得られるもの、対戦格闘とかもそうですけど、そういうのとはもう全然違っていて、僕は最初に目指したのが日本の大人の男だったけど、大人っていう段階でゲームから少し離れてる人もターゲットだったんで、そういう人たちってそんなに難しいものって多分もう嫌になっちゃうと思うんですよね。もっと言えばアクションが元になってせっかく作ったドラマを最後まで見てもらえないっていうのは非常にもったいない。これも裏話だけど、実際一回調査を昔15年以上前にかけた時があって、当時何ていうタイトルかはもう言わないけど欧米ですごく売れてるタイトル、もうミリオン、もっとダブルミリオントリプルぐらいいってるようなタイトルとかを対象にアンケート、いろんな項目、主人公がどうだ、世界観どうだ、創作アクションが面白いかどうか、すごい項目で、僕は1個しか興味がなくて、最後まで解きましたかっていうところだった。そしたら3割もトイレなかったんですよ。7割の人はエンディングを見てない。なんだこれみたいなじゃあ仮に200万本売れてたとしたら150万人ぐらい見てないことになるわけですよね。それは変だろうと思っていて、でもそれの理由って何だ、もちろん飽きちゃうとか思ったものと違うから、クリエイターからしたらそんな切ないことはないわけで、僕としてはやはりまずエンディングを見てほしい。で見ることを阻害する要因がアクションだとしたらこれは嫌だな。エンディングまで見たくなるストーリーを提供する自信はある。でもアクションの調整がうまくいかなかったらそれが達成できなくなるかもしれない、リスクになるっていうのはそれは嫌だ。だからどうぞ、でも簡単にするのはまた楽なんですよね。敵を弱くすればいいわけだから。でもそれだと今度は面白くはないよね。やっぱり倒す達成感楽しむっていうところはきちんと成立させながら、でも最後までいける。これはもう絶対的な、これは今でもそう大事にしているところ。といってもバージョンを重ねていく上でやっぱり進化もさせなきゃいけないし、だんだんファンが増えていく中で前のファンからしてもやはりこういうことができるようになったんだ、こういうアクションも面白いよねっていうふうにだんだん積み上げていかなきゃいけない。たださっきも言ったけど難しくはしたくない、面倒くさくもしたくない。でその限界が僕の中で1、2、3、4、5、6と積む上で一つの限界に来ちゃったんですよ。6におけるその次の展開を考えた時にその進歩できる幅っていうのにあまりその時点では自信が持てなかったんですよ。だとしたらそのあんまり自信が持てなかったものをそのまま商品にして世の中に送り出すっていうのはやっぱり僕はやっぱプライドが許さなかったし、でそこでやっぱりじゃあ大きく見直さなきゃということで、最初はこれは本当に冗談半分はですよ。仮に RPG にしたらどうなんだみたいな。やるしかねえか。なめんじゃねえぞ。エイプリルフールの動画出したんだよね。であの時によく言われるのが、あの時点でもう RPG は決まってましたよね。
作ってたんでしょって言われるんですけど、あれは本当にエイプリルフールだけのための動画だったあの時は正直まだアクションですだからそこからある程度受けたんで、大慌てで舵をそっちに切ってじゃあもう RPG だって言って慌ててやり始めて、まあでもそういうこうなんだろう、ドタバタしてものを作るっていうのがまだ龍が如くスタジオの一つの特徴でもあるんだけど、毎回でもそうですよ。15年やってたら普通はマイルストーンがあってロングテールなプランがあるじゃないですか。うち意外とないんで、そこでブレスした時にいやもう RPG にするんだったらじゃあこうやってこうやってアイデアが山ほど出てくるわけですよ。そんなの無理じゃないですかとか、いや RPG なんて今更できませんとか、いやそんなのはプレイヤーが絶対許さないとか、そんなこと誰も言わなかった。やるんだったらこんなことができるよねっていうのがやっぱりで、やっぱり僕も長く仕事してるとブレフとしててこっちが止めなきゃいけないぐらいアイデアが出てくる時っていうのはもう本当にいい流れなんですよ。本当に面白いエッセンスかどうかっていうのは本当議論が膨らむかどうか、もうそれだけなんですよ。そこでもう一つのもうエネルギーがもうある証拠なんで、そのタイミングっていうかその瞬間をやはり逃しちゃいけないっていうか、もちろんそこは企画書にもなってない一つのアイデアの塊でしかないから、そこからがクリエイティブ大変なんだけど、でもこれがまずないことには次がないから、僕は、それはこれからもそういう瞬間を見逃さないようにしたいし、で僕だけがそれを作っていくものじゃない。セガってたくさんのクリエイターがいるわけで、たくさんのクリエイターがいろいろ作っていく中でたまたま生まれたエネルギーみたいな、その種みたいなものをね大事にしていきたい。昔僕が求めていた丁寧さっていうのはやはり日本のゲームにやっぱり特に感じるところがあって、欧米のゲームも当然丁寧に作られてるゲームはたくさんある。ただどちらかというとやはりスケールであったりインパクトであるっていうところがやっぱ優先されがちなところがあって、ただ今でももうそこから時代も変わって2020年、最近のゲーム見ると、海外スタジオのゲームもものすごくセンシティブな表現もするようになってきて、そこは正直焦りもあるわけですよね。ただそれを技術的な面にせよ感性の面にせよ、じゃあ丁寧でありたいなきゃいけないっていうこだわりはそもそもなぜそこにこだわるのかっていうと、やっぱり僕は簡単に言えば喜んでほしいんですよ。でせっかく作るっていう意味で、今でも会社でたまにこう前といえば揉めたりもするんだけど、じゃあこの期間でこの人数でこの金額で作りますって言ってあんま自慢することでもないけど、予定通りいかないんですよね。もっと人が欲しいとかもっと時間が欲しいとかもうちょっとお金かけたいとか、それは予定が正直言うと僕もプロだから見積もりが甘かったわけじゃないんです。作っていく上で面白くなった、もしもっとこうあったらもっとユーザー喜んでくれるファクターが見つかっちゃった場合は、でも予定にないからって言ってオミットするっていうのは僕はやっぱクリエイターとしてはやっちゃいけないと思うんです。見つかった以上はやっぱり入れたい入れるべきなんですよね。それも一つの丁寧さなんですよ。でそれはなぜその選択をするかって言ったら、それを喜んでほしいから、きっと喜んでくれるし、そこに見えるユーザーの笑顔みたいなのを感じた時にはもう、会社に怒られても別にそれは関係がないユーザーの笑顔につながるんだと僕は信じてるし、だから僕にとって丁寧さっていうのは言葉をあえて言い換えれば愛情なんで、ゲームを愛してるイコールそれはプロとしてはゲームユーザーを愛していることだから、そこをどういうことに対してサービスをするのかって、僕は丁寧な仕事をすることで、それは綺麗に描くとかそういうビューティフルとかじゃなくて、もうラブなサービスをするってことを大事にすることが僕はこれからも大事かなみたいなね、というふうに思ってます。
今となっては全部済んだことなんだけど、やっぱり悩んでましたよ、毎日のように。それは一つはやはりこのゲームどうやって面白くしようかってこと。でも同じぐらいやはり心の中で疑問に思ってついてきてくれてるスタッフがいるし、まあこれも今だから言えるけど、まあ辞めた人もいる。やっぱこのプロジェクトが嫌いで辞めた人もいる。やっぱそこは僕はあの時点の自分だと、彼らを信じさせるだけのスキルが僕はなかったんだよね。だからそこは今でも後悔するんだけど、で、やっぱり本当は俺間違ってるんじゃないかなみたいなところは寝る前にちょっと考えてみたりとかいうことはもう毎晩のように思ってたし、まあそれこそなんだろう、こういやお酒飲んで泣いたことも何回もありました。悔しくてね。だけどその悔しさがあったから何としてもこれを成功させるんだというなんだろうな、強い気持ちになれたっていうのも一つあったわけだから、まあ非常に勉強になったプロジェクトでしたね振り返ると。龍が如くというタイトルをこれからどう育てていくか、それが一つのテーマであり、ただ一方でここからジャッジメントなんていうタイトルも生まれてきて、ただストーリードリブンなゲーム展開を作るノウハウっていうのをやはりもっと広げていきたい。ただそこにはシングルプレイだけなのかっていう疑問もちょっとあったりとか、デバイスはもっと違うものは検討しないのかとか、やはりプレイステーションっていうものにこだわっていって、でだんだんマルチになる将来っていうものが見えてくる中で、ゲームシステム自体もさらにどこかの部分を取り出してもっと面白くしていったりとか、わかんない、ひょっとしたらもっと映像に寄ったようなコンテンツって作ってみないのかとか、そういうところっていうのは今までも話はあったんだけど、やはり、チームのメインミッションはコンソールのゲームを作ることだからなかなか手が伸びなかったんだけど、僕自身もあと下のスタッフも含めてもうちょっとそこに欲を出していって、龍が如くというものがそれは作品としても、あとはテクニカルリソースにしてももっと広げていく、応用するっていうところのミッションに今ちょうど変化しようとしてるとこですね。やはりそうきたのねっていうのはやっぱり僕は負けだと思ってるんですね。要は考えられる範囲の中、ユーザーの予想を超えてないっていうのはやっぱり悔しい。どこかしらっていう何かが欲しい。それを必ず龍が如くってこれから続けるにしても、それを発見して出すっていうのは、それは必ず大事にしたい。そういう環境は今あるはずなので、そこは努力しようかなとは思ってますね。僕自身はやはりエンターテインメントのキーワードの中で一番大事にしたいのは驚きなんで、それは次に出る作品自体の驚きで、それは龍が如くで驚かすっていうのがだけではないと思うし、本来僕自身は、業務用の時のゲーム作った時特にそうだけど、あんまり繰り返して作るの好きじゃないんだよねこういうこと言うとまた変かもしれないけど、だから常に繰り返しじゃないまた新しい何かっていうのは当然考えてはいますよはい。